人パパシェーナー。皆さんこんにちは。二人パパのみっつんとリカです。ということで、今日はトーク動画リカパパのお仕事だったり今までの経歴を話してもらいたいと思います。スウェーデン出身で交換留学に何カ国飛び回り、それから日本に10年滞在、そしてロンドンに転勤、そしてまた今はスウェーデン。一体何者なんでしょうか。ぜひ最後までお楽しみください。二人パパさあ、ということで今日もまた着替えたね。まあちょっと面白いと思った。なんか最近コメントで皆さんなんかリカパパのやる気満々なところが好きですってあ言ってます。あ、このスーツは東京に買いに行こあ、そうだね。東京で働いてたからね。う。まあということで一番最初にまあなんとなくざっくりした感じのことはこう流れは言ったんだけど、まあね、古いところから話してもらいたいかなと思うんだけど、まあスウェーデン出身でずっとこのルレオで生まれて、でまあ高校もルレオまで行って大学に行ったんだよね。そうですね。ルレオの隣の町の大学に行きました。そこで物理学専門の。一番最初はね。そうかそうか。なんか隣町って言ってもさ、車で5時間ぐらいかかるよ。そうですね。まあでもそこで物理学を勉強してて、でなんか大学はスウェーデンは3年大体3年半ぐらいの人が多いんだけど、基本的には大学4年5年の方が多いと思う。そうかそうか。まあでも3年もあります。結構みんな人によって違うって感じかな。勉強するものとか。そうですね。まあいろいろあります。昔スウェーデンの古いシステムと新しい EU のシステムもあります。なるほどね。途中で変わった。ごめん、ちょっと髪の毛。そうね。それでリカはストレートで出たっていうよりも、その間にいろいろ交換留学に行ったんだよね。そうですね。なんでやっぱ行きたかった。いろんな違う国を見たかったってこと。まあなんか大学の交換留学プログラムがいっぱいありました。まあそれも世界旅のチャンスがあるんじゃないと思ってました。そうだね。で一番最初に行った交換留学の国はどこだった？一番最初はイギリスでした。ブライトンって言ってたね。そうですね、ブライトン。それこの前ほら学生証を出したよね。20歳の時の20歳の頃の時だね。そうですね。すごいヘアスタイルだったね。まあいいんじゃない？あれもすごいみんな好評だったけどね。でその後は次のね、3年生の時はアムステラムに行きました。オランダのアムステラム。そこも楽しそう。物理学研究こういうのを勉強しました。なるほどね。楽しかったアムステラム。楽しかった。すごい綺麗な街です。なんかたまにさ、昔の話するときにアムステルダムでこんなことしたみたいな話とかも教えてくれるもんね。そうですね。そこがブライトンも半年。ブライトンの半年、アムステルダムも半で年。また自分の大学に戻って一度は。そうですね。まあでもアムステルダムに行った時はちょっと次は何するって質問あった友達にちょっと交換留学アディクションあるよね。まああの頃4回ぐらい5回ぐらい交換留学したから言えるね。トータルでね。そうだからブライトンでもその時はブライトンとアムステルダムだけだった。友達はしてる大学は、日本との交換留学プログラムがある。リカは行かないっていう友達に聞いて、それはいいアイディアと思って、その準備をした。そうね。日本語喋らなかったでしょ？全然ひらがな、カタカナも読めなかった。二人パパやっぱ日本はさ、言語的にもちょっとこうハードルが高いわけでしょ、きっとスウェーデンから。だからそんなにいなかったんじゃない？行きたかった人が。それもあると思います。多分まあみんなはなんかオーストラリアとかなんか綺麗なビーチがあるところに行きたいと思います。英語も喋れるし、そうですね。僕はちょっとなんかチャレンジしたいと思います。そうか。すごい。でもその時はさ、日本語喋らなかったでしょ？全然ひらがな、カタカナも読めなかった。でもなんとかなるかなみたいな。なんとかなるね。飛行機を乗って飛行機でひらがなを勉強しました。行く時に行っても初めて行く時に。かわいい。
あ、そっか。でもその、日本の交換留学一番最初は仙台だったよね。仙台、そう、東北大学うん。1年間の、学部レベルのプログラムでした。うん。それは英語で取ってたの？学部レベルの。そう、物理学と工学の授業は全部英語だったね。でも日本語のクラスも。じゃあそこで日本語の基礎がきっと、もうそれこそひらがなからカタカナから3分の1ぐらいは授業の中で30% ぐらいは日本語はいはいはい。なるほどね。で日本にいたのが1年ぐらい、その交換留学が。それは1年間のプログラムでした。はいはいはい。スウェーデンの大学は、プログラムはいろいろあります。僕、物理学を勉強したから、物理学はどこ行っても同じじゃない？はいはいはい。物理学。だから、同じコースが世界中のどこにもありますから、結構フレキシブルなプログラム。それで1年の日本留学が終わって戻ったの？そうです、スウェーデンに戻った。その時は自分の大学ではなくて、ちょっとストックホルム大学に行きました。それ交換留学って言えないかな、同じ国。あれでしょ、勉強が好きだからでしょ。そうですね。ちょっとその時は、友達と妹はストックホルムに住んでたから、はい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 。いいんじゃない？ちょっとそこで勉強しようかなみたいな。卒業するなんていうは、もちろんそれでちょっと遅れました。でもそれでもストックホルム大学であそこもいろんな交換留学プログラムがあるんじゃない？あそこで日本の大学との交換留学プログラムを使いました。東京、中央大学。そうだったね。でもさ、なんでもう一回行こうと思ったの？たまたまあったからってこと？いや、日本はとても好きだった。楽しかった。日本語、その時は言語学に興味があったから、ここでストックホルム大学で日本のプログラムがあるからって言って中央大学ってことは東京だよね。そうですね。はい、物理学でした。それちょっと院生レベルのなんか特別研究員みたいな。すごいなんか特別研究員ってすごいかっこいい名前がついてるね。いや、普通の特別は、外国から来ました。なるほどね。大学院生、ここで卒業しないっていう意味。なるほどね。そういう意味の区別があったけどね。でもとってもいい研究室でした。いい勉強といい研究できました。なるほどね。でもそこでもうそのままさ、仕事が見つかっちゃったんだよね、確か。いや、それはまだまだ。そうなんだ。そのプログラムが終わってから見つかったのはスウェーデンの大学で大学院生は卒業論文を書きます。それは大体半年の、研究っぽいの仕事をして、論文を書きます。それはソニーのコンピューターサイエンス研究所で。東京のね。そう。だから、一回スウェーデンに帰って、また日本に戻った。そっか。あれ、俺インターンだと思ってた。でも、インターンシップでしたけど、そこで卒論を書いたって。卒論を書いた。なるほどね。なるほど。そして、そのインターンシップで卒論を書いてる間に仕事が見つかった。それはまだまだ。ね、時間かかるんだけど、これ。足りなくなるんだけど、一応15分縛りなんだけど、伸ばす？ちょっと。そうね。でも、早く、これもうすぐ終わる？じゃあその次どうなったの？あそこ、そのコンピューターサイエンス研究所はとても楽しかった。すごい良かった。でも、それ終わって、なんか、スウェーデンに帰って卒業しました。なるほどね。また日本に戻った。その日本に戻ったら仕事に就いた。その時じゃあ IT の。その時ビザとかどうしたの？いや、なんか、仕事を探しに行きましたから。すぐ見つかったの？いや、なんか1ヶ月間ぐらい。でも、ビザ、ちょっとトゥーリスムをやってたね。ツーリストビザで入って、ツーリストビザで入って、仕事探して、
そこの会社にビザ出してもらう、サポートしてもらった。そうですね。コントラクトをサインをしてから、またスウェーデンに戻って、スウェーデンでちょっと、それは普通のプロセスで、スウェーデンで戻って、ビザができたら、また行く。あ、本当。あ、そうだったのね。なんか結構みんなさ、やっぱビザ大変だからさ、そんなツーリストビザ3ヶ月とかでしょ。そうですね。の間に見つかったのよかったね。そうですね、よかったですね。なかなかみんな見つか時代も良かったかもしれないし、あとでも IT の仕事が結構強いか。IT が見つかりやすい。もうだって15年ぐらい前？もっと前か。そうですね。はっきり言わないけど。二人パパ。なるほどね。それでとても IT の会社に最初は入ったね。そうそう、ウェブページのデータベース関係、そのプログラミングをやってた。とてもいい会社だったと、すごい楽しかった。だけど、なんかちょっと数学を勉強したと、物理学を専門だから、もうちょっと、ああいう、なんだっけ、数学を使って、なんかいろんな分析をやりたいし。数理ね。だから、ちょっと転職した。自分の勉強したことに合う仕事を探して転職したのね。そう。金融工学関係の。金融系の会社だったね。で、そこが結構長かったよね。もう俺が東京で知り合った時はもうその仕事してたもんね。そうですね。とってもああいう会社、いいグループがありました。みんないい人でした。研究、なんてみんなすごい仲良かったよね、本当に。俺もだって紹介してもらったもんね、途中で。名前出していいか、姫さんとかさ。そうそう、姫さん。そう。ニックネームだから今言えるけど、あと他にもね、いっぱいいて。そっか。それで、その後、ロンドンに行ったじゃん。そうですね。それはちょっとロンドンのオフィスと、会社のロンドンのオフィスもありましたと。そこに人とよく仕事をしてた。なんか結構近い、グループと近いから。いつも日本にいる時もさ、電話会議でニューヨークの人とロンドンの人と喋って、なんていうのかな。同じ会社で違う場所だけど、やってる仕事は連携してやってるみたいな感じだったんだよね。そうですね。だからよくロンドン出張でロンドンに行きました。ニューヨークに行きました。その話もあった。ちょっと待って、始まっちゃったけど、これ一回じゃあ切るね。何の話だったっけ？ロンドン時々ロンドンとニューヨークに出張ありまして、ロンドンとニューヨークのグループと結構違いでした。仕事の内容とか。だからああいう話もあった。転職、ロンドンに転職の話もありました。それ2010年そう、もう付き合ってたけど、2010年に急にロンドンに出張があるみたいな感じで、3ヶ月ぐらい結局ね、夏休みも含めて3ヶ月ぐらいいなくて、でその直後ぐらいに転勤の話があるかもみたいな感じだったよね。転勤の話があって、あと3つにロンドンにちょっと行かないっていう話もあったんでしょうけど、それが決まった。それちょうどいいよって2011年の二人パパ。いいよって2011年のなんていう頭ぐらいだったね。いや違うよ、もう秋ぐらいから。そう、それこそもう10年の秋ぐらいから。多分だから夏にロンドンにいた時にもうボスとそういう話がちょっと始まってて、もしそうなったらどうするって話はもう多分秋か冬ぐらいの時にも言われてた。そうですね。転勤最初の予定は3月だったもん。3月だったね。2011年の3月だった。でもちょっとそれ遅れて、いろいろ地震が今年で本当10年ぴったりだし、そうですね、ちょうど先週、これちょうど先週がね10周年の年なんだけどね、大変な時だったね。遅れたのは、地震のせいではなかったんだけど、もともとは2011年の3月に出る予定だったのが、いろいろ遅れて、2011年の9月にロンドンに引っ越したね。そうですね。ロンドン、その転勤のスポートは会社からいろいろもらいました。とても、よかったです。二人パパ。その転勤の
スポートは会社からいろいろもらいました。とてもうんうんうん。良かったです。助けました。スムーズだったね。ですね。うん。それはまあ同性カップルあってもそうだね。もう結婚したからちゃんとパートナーとしてやっぱ認められていて、うん、会社が全部ビザのサポートもしてくれたし、本当に何のなんか問題もなく、うん、引っ越しも済んでビザも取れてっていう感じだったね。うん、うん。まあ、それで5年ロンドンに住んで、そうですね。大体で子供ができて、うん、でまあ育児休暇を取るためにスウェーデンに帰ってきてて、ロンドンに戻る予定だったんだけど、まあいろんな理由があってスウェーデンに残ることになって仕事を探したんだよね。うん。で今は何の仕事してるの？前は金融だったわけでしょ。 IT 来て金融来て、うん、で今は何してるの？今は研究をやってます。AI とマシンラーニングの関係、うん、研究。 IT 来て金融来てまた IT に戻ってる感じね。でも実はそんなに変わらない。ロンドンとの仕事、あ、そうなんだ。結構統計学のモデリングとかそれもやってるから。そうだね。結構近いです。金融的にその時はマシンラーニングって言わなかったけど、うん、まあ、今、考えたらそうなんです。変わらない仕事。なるほどね。うん、そうですね。今もう、まあ、研究をやってるから、うん、ここルリョンの大学の博士課程。あ、そうだね。入学しました。そうか、研究しました。もともとロンドンでもね、始めてたんだよね、博士課程はね。そうですね。ちょっとコースを受けて。だけど仕事をしながらね。そうですね。まあじゃあちゃんと仕事として会社に、あれプライベートの会社だよね。国立研究所。あ、そうなんだ。あ、知らない。あれプライベートって言わなかったっけ？いや国立だったのね。前はプライベートだったけど、学生、まあすごい複雑な話で。国立の、まあ、数理研究所みたいなそうですね感じだよね。で、そこで働きながら博士課程で勉強して博士論文を書こうとしているって感じだよね。そうですね。とても忙しい。とても忙しい。いつもずっと勉強してる空いてる時間が。本当尊敬します。大丈夫よ。ちゃんと別に家のこともやってくれるし。頑張ります。うん、頑張って。いつ終わる予定なのそれ？それ来年になるんじゃない？まだ来年、あと1年頑張ればってことだよね。でもすごいペースでやってるよね。だって博士課程って結構聞くけどさ、下手したら9年ぐらいかかる人とかも聞いたことあるから。ああ、そうですね。まあ、内容は普通は5年かかる。でももう始めて4年、3年ぐらいでしょ。まあそうね、3年ぐらい。うん、なんかすごい早いペースでやってるので、頑張ってください。応援してます。みんなも応援メッセージお願いします。まあ、ということで、まあ、今日の話はこれぐらいかな。みんな本当にこういう興味がある僕の。わかんないけど、でもよく仕事何してるんですかってものすごい聞かれるから、そういう質問あったり。そうだからこういうビデオを撮ってみました。まあ、ということで今日のお話はねこれで終わりたいと思います。コメント欄や、高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。それではヘイドー。ヘイドー。二人パパ。